What's up, everyone? This is Sora. Okay, this is Sora Senpai Club starting now. It airs every Sunday from 10 p.m. JST with lots of Japanese entertainers as a guest. てか今日から3週間のゲストはこの方に来ていただきました。声優アーティストの柿原哲也さんです。はじめまして。どうも、はじめまして。こんにちは。こんにちは。元気ですね。いやいやもうこんなご時世ですからね。ということで今日はですね、なんとこの番組もう17番目のゲストになっておりまして、すごい。柿原さんに来ていただきました。この番組、俺のようなバーチャルなものがですね、MC をやってるんですけど、どうですか、最初にお話を聞いた時はこんなオファーが来ていますと。初めて僕も聞いたんですよ。 VTuber というその名前だったりとかをね。なるほど。で、僕らはこう20年くらいこの業界やってるんですけれども、こう新しい、ものだったりとかをこう取り入れてどんどんこの業界も発展していったんで、いよいよ VTuber の時代が来たのかと。そうなんです。俺のような人間の時代が来たんです。そこに呼ばせていただきました。いやもういいですよ。だからやっぱ僕も参戦したかったわ。よかった。なんかこう、得体の知れないやつがやってきたなと思われたんじゃないかとちょっとドキドキしてたんですけど、大丈夫。よかった。それでね、海外イコール、ちょっとフランクにやってる番組が多いから、この番組結構フランクにやらせていただいてるんですよ。はい。できればお互いあだ名で呼び合ってフランクに会話できませんかね、今日は。もう全然。本当いいですか？いいです。ありがとうございます。とえいうことで、あだ名は何がいいかなってちょっと考えたんですけど、僕の海外育ちは、そもそも名字であだ名なんてつけない。そうだよね。ファーストネームだよね。ファーストネームでやるのが普通だから。てっちゃん。てっちゃん。てっちゃんでいく。いいっすね。じゃあてっちゃんで。てっちゃんでいきましょう。俺のことは何でもいいよ。そらじゃダメなの？じゃあそれでいいよ。そらということで、じゃあそらとてっちゃんでいきたいと思います。3週よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず第1週目、今週はこちらのコーナーです。先輩 Thank you。何ですか？これから俺が10個てっちゃんに質問するから、まずてっちゃんはパッと答えてください。なるほど。でその後俺が気になったなってやつを深掘りしに行くっていう、そういうコーナーです。いけますかな？はい、大丈夫です。よし、それでは先輩研究スタート。1問目、小さい頃の夢は？プロ野球選手。2問目、なんで今の仕事に就いたの？きっかけは？ときめきメモリアル。なるほど。3つ目、初めてのお給料は何に使った？大学の後輩連れて飲みに行った。優しい先輩。もういや恩返しですよ。なるほどね。じゃあ4問目は、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時？帰りの航空チケットが買えなかったから、これを仕事で食いつながなきゃいけないなと思ったやつ。なるほど。面白いのが来た。じゃあ5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？初めて主人公をやったアニメが朝8時にオンエアされた時、その瞬間テレビの前で泣いた。なるほど。じゃあ次は6問目は、この仕事を正直やめようと思ったことはあるか？ない。じゃあ7問目、生まれ変われるなら何になりたい？自分の人生全うしてないから、まだもう一回俺でいいかな。かっこいいこと言っちゃっててっちゃん。後でやるんでしょ？そうね、そうやるよ。8問目は、じゃあズバリこの仕事に一番必要なことは何？まずしっかりした人間力、人間になることが大前提かな。深いな。じゃあ9問目、今一番挑戦したいことは？不本意ですが、SNS。そっか、やってらっしゃらないね。やってないか。なるほどね。じゃあ10問目は、10年後の自分に一言。ありがとうは？ねえ、ありがとうは？ありがとう？ねえ、ありがとうは？何？僕にありがとうはないのって言いたい。なるほど。今のはい、自分に対して、なるほどね。今びっくりした。一瞬俺にありがとうって違う。なるほど。ありがとうは柿原、49歳の柿原、ありがとうは俺に。なるほどね。そういうことが、新しいなそれは。はい、ありがとうございました。ありがとう。ということで、このコーナーはね、
カッキーちっちゃったごめんね。てっちゃんがね、はい、どういう人間なのかというのを知っていくコーナーなので、はい、まず1問目、小さい頃はプロ野球選手ということで、うん、全然今の声優や歌手とは全く違うものだったけれども、これは野球が好きだったの？野球経験は一切ないです。あれない？野球経験一切ないんだけども、テレビをつければ野球がやってる、父親も野球が好き、おじいちゃんも野球が好き、みんな男の子は野球が好きだったから、いつか自分もプロ野球選手になるんだろうなっていう勝手な思い込み。なるほどね。でも海外ってヨーロッパってさ、野球ないんですよ。ほぼほぼそのベースボールというスポーツは盛んじゃないから、どこに行ってもそのチームに入ることができなかったんです、ドイツ。てっちゃんはそのプロ野球選手になりたかったです、って言っていた時は、ドイツでも暮らしていた？ドイツでずっと暮らしてました。そうなんだ、ドイツにいたのはいつまで？18歳までだね。なかなかその声優さんの中で海外経験がある人ってすごい珍しい方かなと思うんだけれども、多分僕が一番最初だと思うよ。本当？18歳までがっつりあっちの現地校に通って、でほぼ短大卒業資格もあっちで取ってっていうのをやった声優さんって、多分僕が初めてなんだと思うんですよ。どうですか、ドイツで暮らすのって？親父が大学ドイツ語の先生だから、もう家でもやっぱ日本語は使うなっていう家庭だったから、そうなんだ。できるだけその現地の言葉を母国語にして、で夏休みに日本に帰ってくる時におじいちゃんおばあちゃんと親戚と日本語を喋ってもう復習するっていう感じの、その日本語とドイツ語の言語の使い分けをしてたんで。そうだったんだ。それが徐々に日本語のプロフェッショナルになるにつれて、夢もドイツ語で見てたのが、少しずつ日本語で見るようになってって。そうなんだ。でそこからいつもね、最初ドイツ語で考えてから日本語に翻訳して言葉を発したの。だけどもそのクッションがなくなって、今度はドイツ語を喋るときにまず日本語からドイツ語に翻訳するっていう脳になっちゃったから、多分今は母国語日本語です。なるほどね。そっか、日本にもずっとだから今となっては長いのは日本の方が長いしね。そうね。なるほどね。でもその日本に来たりとかした時にそのカルチャーショックとかなかったの？あったよ。もう成田空港から着いて、その渋谷にね、そのまま専門学校に行くわけですよ。でトランクをガラガラ引きずりながら、で渋谷に着いたその瞬間、まず当時まだね、アルファベットとかで今外国の方に優しくなってるけども、当時も渋谷とか全部漢字なのよ。まず読めないの。分かんないけど、とにかくアナウンスでは渋谷ステーションって言ってるから、渋谷なんだろうなって降り立って、スクランブル交差点に出た時の人口密度よ、あれにまずびっくりして、でその人混みから朝の通勤ラッシュ見た時に、もうちょっと鳥肌立っちゃって、入るわけないよ、その人数入んないって言って思ってたら、係員の人たちが走ってきて、もう助けてあげるんだ、もう入りませんよってやるんだと思ったら押し込むんだ。そうね、そうなの。あれはびっくりね。海外のね見てる人わかんないかもしれないけど、日本のラッシュアワーの電車はすごいよ。すごいよ。だからそれこそ今から18年以上、20年前かとかってなると、多分てっちゃんみたいな帰国子女っていう人も日本には少なかっただろうね。そうだね。だからさ、そういう人がやっぱ日本に来て、そのなんていうのかな、日本ってやっぱ島国だからさ、なんていうのかな、日本は日本だけっていうことが多いかなって思うから、てっちゃんみたいな人たちが来て、やっぱその文化をなんていうのかな、隠さずに進めてくるというか、広めるってさ、今の日本のためになってるよね、きっとね。グローバル社会になるために。グローバルナイズされたのは僕にとってもすごく嬉しいですし、当時のその20年前、2000年とか2001年の頃の日本の社会を今こうやって見てくれている人たちに、できれば一回経験してもらいたかったなっていうくらい閉ざされていたから、今こんだけね、そらくんみたいに英語喋って活躍している人たちが出てきてくれて、あと海外からも声優さんになりたいって日本に来てくれる子たちの応援はもう僕は全力でしたいし、僕自身が
ある意味第1号だったから、うんうんうんだからそういうグローバルな社会になったのは本当に僕としてはありがてえなってなるほどね。思いますね。いや実はちょっと第2部でね、うんたくさん質問も来てるけど、本当に海外の絡む質問が多くて、てっちゃんの場合、なんかちょっと後で話しましょう。そっかここでやっちゃったらあれだから。うんうんうんでちなみにね、はいごめんね、まあ、話を戻すと、うんてっちゃんはドイツにいたわけですと、はいはいはい。でそこでなぜうん日本の声優を目指そうと思ったのかという質問。いとこが僕にくれたほ「ときめきメモリアル」っていうゲームほでう、うん、多分日本人との恋愛に飢えてたんだろうな。なるほどね。ゲームで日本人と恋愛しようっていうので、うんうん僕の高校生活はときめきメモリアルにも捧げたと言っても過言ではないくらいほうほう全キャラクタほーもう制覇してやったよ。うほう攻略しちゃったわけだ。攻略しちゃいましたよ。うんでそこで僕の親友になったのがうん、早乙女よしおくんっていうね、ほうほうクラスメートがいるんだけど、ほうほう、よしおくん見てますか？よしおくんね、うん、それはゲーム内のキャラクターあ、ゲーム内、早乙女よしお。おくんね、なるほどね上田裕二さんが声やってらっしゃるんだけど、その早乙女よしおくんがいつも「おいお前悪い噂が立ってんぞ」って、うんそのゲーム内の女の子たちに嫌われてる噂とかを全部教えてくれる。うん、でも僕は親友と呼んでたんだけども、その早乙女よしおの声をやっている上田裕二さんの声が、うん僕にとってももう親友の声のようにこう焼き付いああ、たんですねなるほどね。うんうんたけども、別の日にうん、アニメを見てたら、ほうあれ早乙女よしおと同じ声がするほうっていうのでほうほうほうエンドロール見たら、上田裕二って書いてあるんですよ。ほ声優さんっていう職業ってアニメにも声入れてゲームにも声入れて、はたまた海外映画だったりとかうんうん吹き替えにも声を入れてっていう、こんなにいろいろ活躍する場所があるお仕事なんだ。うほうほう。でしかも海外にいる僕が日本のものに携われるのって数少ないんですよ。うん限りがあって、うんこれだったら海外にいる日本人、僕みたいな日本人にも声優という職業だったら、うんゲームでお届けすることもできるし、アニメでお届けすることもできると思って、うん声には自信があったんで、うん、声優という職業いいなって思い始めたのがそれがきっかけで、なるほどね。でも実は本当は、うん僕の親父も学校の先生教師だから、うん僕自身も学校の先生になろうかなっていう夢も一つあったんだけど、うんうんで僕その当時その社会実習で、幼稚園の先生と小学校の先生をうん1年間、ドイツって1年間幼稚園と小学校で教えてたんですけども、うんその時に子どもたちがうんもう本当みんな日本のアニメーションをうん見てたんですよね。うんうんでしかも言うことを聞いてくれない子どもたちにうんちょっとアニメ声でうんお片付けしないとダメだよ、うんもうそんなんじゃもう友達だったりとかいなくなっちゃうよとかっていうのをキャラクターでこうちょっとその当時のね、うん流行ってたアニメだったりとかの声をやったら、もう子供たちが目の色変えてうん「えもう一回やって」ってうんなったんですよ。うん教科書には載っていないうん子供たちが多分世界もう全世界で子供たちが一緒になって楽しめるアニメーションっていうのは日本の財産だなと思って、うんうんここに携われるお仕事やりたいなっていうふうにその時も思っちゃって、で、もうその瞬間にもうすでに飛行機のチケット取っちゃって僕が声優になるって飛び出してきちゃったんですよ。すごい思い切りですな。いや確かにこの番組これまでその声優になるって言ってはい道を進んできた人いるけど、国を越えてきた人はいないわけだから。でじゃあ、うん飛行機にブーンと乗っなてんつっててっちゃん少年は日本に来て、成田ついちゃって、でもう、うん、じゃあ声優の学校に。そうそのまま声優の学校にっていや度胸あるね。なんよ小杉あなた。まだ18で止まってるよここ。いやちょっと話あどうしようかな。声優になるの大変だった。でも大変だと思ったことは一回もないけども、うん。でも当時はもう声優になれるんだったら何でもやるっていうワクワク感があったから何にも苦ではなかった。そんなてっちゃんが一番挑戦したいこと何でしたっけ？ SNS です。 SNS そう。SNS のバカ野郎。あそう。ちくしょあなんでバカ野郎どうした？もう違うん SNS ですよ。もう SNS 本当に僕に苦手で。いやわかる。わかる？いや俺もさ持ってんだけど更新するの大変なんだよねあれ。これやってんのに？そうやってんのに VTuber やってんだけうんうんど更新ってなんかね
朝眠たいのに起きるぐらいの活力が俺には必要なの。なるほど。大変だよね。そういうこと言ってんじゃないんだよな、そらくん。違う、なんだったなんだった。僕そういうこと言ってんじゃないんだけど、僕何があっても緊張しない人なんですよ。ほ生まれて初めて緊張したのが、う。うん。ブログを書いて更新する時の更新ボタンを押す時なんですよ。は自分の責任の上で書いたこの文章で人のこと傷つけてないかとか、あ。そっかそっか。うわーって考えると、毎回更新ボタンを押すのが怖くて手震えて汗だくになってたんです。だから僕多分 SNS っていうものを向いていないんだろうなっていうのをそうだね、すっごい感じたんですね。なんか SNS って確かにもう本当書き方一つでね捉え方変わっちゃうしそう難しいところもあるよね。でもね、うんこのご時世うん。そろそろ SNS やらんと時代から置いてかれるぞって。なるほどね。いやでも分かんないよね、それもね。分かんない。俺からしたらさ、逆に SNS ないもかっこいいと思う。安室ちゃんみたいな感じ、安室奈美恵さん的な。そらちゃん、そらちゃん、何安何室よ。奈美恵じゃないの私。いいやでも同じよきっと。やもうそうじゃないの。分かった。うん。てっちゃんがもし SNS 作ったら、俺はそこのパトロールになるから雇ってや。じゃ見つけてフォローしてもうフォローしてよ。フォローするフォローフォローしてもうフォローして変なやつがいたらもうバーチャルの世界からもうボッコボコにしに行くから安心して。分かった。もう安心して SNS やれますこれで。そうですね、よかったです。てっちゃんがじゃあ SNS アカウントを開くことがあれば俺は待っているということで、はいありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ今日は一旦俺と一緒に See you next time と言って終わりましょう。はい、はい、いいですか？いいですよ。それではせーの See you next time。てっちゃんでした。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。